前回石垣島でなんとかグリーンイグアナを捕獲。ということで今日はさばいて食べていくんですけども、あまりにもグロかった。ということで無修正はさすがにメンシップ限定にしてるんで、この動画は安心して見てください。はい、というわけでですね、ようやくイグアナ3匹取ることができました。いや、意外とイグアナ取りがね、ハードでしたね。はい。で、こっからイグアナをね、食べていくんですけども、締めたりとか血抜きしたりとか、腹の中出したりしてるシーンはね、YouTube が赤バンされかねないんでね、メンバーシップの方だけね、そういう変わった映像を見たい方はね、ご覧くださいということで。というわけで、今からイグアナをさばいていきます。結構ね、衝撃的なシーンが多いかと思いますが、これが当たり前の世界だからね、生き物を殺してでしか、俺たちは生きることができないんだから、そっから目を背けるのは俺は違うと思うからね。ということでやっていくんですけども、イグアナの締め方なんですけども、魚みたいにですね、脊髄をいきなりグリグリって切ったりだとか、鶏みたいに首を切り落としたりするっていうわけじゃなくって、一旦棍棒で脳震盪を起こして、つまり気絶させた状態で、喉の動脈を切って捌くのが、一番ね、苦痛を与えない方法だよって言われたんで、その方法でね、やってみようと思います。はい。ということでやっていきましょう。で、利用していく棍棒は、こんな感じ。結構がっつりめに叩かないと脳震盪起きないみたいなんで、これを使っていきます。下に木があるとね、頭蓋骨損傷してしまいそうなんで、ここをバコンといきます。1日目に撮ったやつなんで、ずっとイグアナといて、正直、こいつのことを可愛いなって思い出してます。もともとペットとしてね、飼われてるぐらいなんで、本当は殺したくないなって気持ちもちょっと出てきてますが、こいつの味気になるんだよね。いきます。うわ、脳震盪してるかな、わからんな。してるっぽいね。してるっぽい感じはするけど、もう一回行こう。そしてこっからですね、ここに動脈があるはずなんで、こう切っていきます。そうしますと、心臓が動いてる限りですね、こうやってかなりのね、血が出てきます。これ養殖やったらこの血とかね、飲みたいところではあるんですけど、これね、いきなり暴れ出すことが爬虫類はあるんですね。そしたら血抜きはね、ある程度できたみたいなんで、ちょっと洗おうかな。この反射は脊髄反射と言いまして、脳が死んでいても脊髄や筋肉が生きていて、刺激に対して勝手に反応してしまう反射なんですね。決して生きてるわけではないんですけど、なかなか衝撃的な映像ですよね。死後の反射が強すぎて、これ引っかかれちゃいましたね。めっちゃ動く。鶏とかも死んでからね、結構動きますからね。爬虫類系はね、かなり動きます。ものによってはですね、内臓を取った後なのに、30分後にいきなり動き出したりするみたいな前例もね、あるらしくて、もうほんと引っかかれたらね、結構ね、しっかりね、グリグリって奥までね、引っかかれるんでね。はい。で、こういう系の皮が硬い系は裏側から切ると結構ね、皮切りやすいです。ほらほらほら、足が動いたでしょ？これでさっき引っかかれたんだよ。これはさ、普通にメンシップでしか映せないでしょ。もう引っかかないでね。いってえな。ほう、なるほど。なるほど。そういう感じね。一旦頭切り外しましょう。一旦1匹目は、体の構造がわかんないんで、一旦頭落としちゃいます。やっと動かなくなってきましたね。でもまだ多分動くんで、すごい、ここ心臓なんですけど、まだわずかに動いてますね。すごい生命力だな。さて、そしたら内臓を取り出していきましょう。この袋やばそうやな。割らずに取れるといいんだけど。割れるね。何なんだろうな、これ。ちょっとここら辺で割ってみようか。すごいオレンジ色のものが出てきた。うわ、匂いはないな。何なんだろう。で、中の臓器はこんな感じですね。これ肝臓ですね。びっくりするぐらい黒いですね。ここまで黒い肝臓はなかなか見たことないし、なぜか胆のうがありますね。
これ胆のうじゃないかな。胆のうって基本肉食動物にしかないんですけど、草食動物、あ、そうか、こいつグリーンイグアナって生体はね草食べるんですけど、幼体の時に虫とかいろんなものを食べるんで、胆のうがあっておかしくないよね。胆のうは苦いんで切っときましょう。あー、やべえ胆のうが思ったよりでかかった。くそ。でこれレバーなんですけど、レバーはね食べていきます。これ心臓ですね。心臓もね食べていきます。もう動きは完全に止まりましたね。レバー、ハツは食べていきましょう。あとね、なんかこのよくわかんない黄色い部位も食べていきましょうね。植物の葉っぱ食べてるんで、消化に時間かかりますからね。腸がねかなり発達してますね。でも長くないっていうのは珍しいですね。でこれはおそらく肺ですね。肺は食べなくていいや、そんなに美味しかったことないから。はい、ということで、イグアナ3匹ね内臓を取り出し終わったんですけども、とんでもない内臓をしてる個体がいたんで皆さんにお見せします。はい、これぐらいやったら YouTube 赤バンされんやろ広告剥がされるぐらいやったらいいんやけど、赤バンされる可能性があるからね。なんか1匹ちょっとこいつお腹でかくないって思ってたやつがいたんですけど、腹がねすごいんよ。グリーンイグアナはですね、1回の産卵で30個から40個の卵を産むと言われているんですけども、見てください、これえぐいでしょ。とんでもない卵ですよ。これ殻があるんかなって思ったんですけど、触った感じね、これプニプニなんですよ。今までねいろんなサメだったりとかコブシメだったりとか、いろんな卵を食べてきましたけど、爬虫類の卵食べたことない。調べてみて毒がなかったらこれ食べてみようと思います。よいしょ。そうそうそう、この黄色いのはね、一部ねこういうまだ未熟な卵があって、こういうのすぐ潰れちゃうんですよ。こんな感じで。それはね確保できない。これどんぐらいあるかな。40個普通にありそう。っていうか50個なんならありそう。数えてみようかな。56個ありました。で潰したり未熟なものとか合わせると60個近くあるんですね。でさすがにですね、この尻尾が長すぎてどうしようもないんで尻尾切ります。熟成するとなるとね、クーラーの中に入れるにも尻尾がね大変なのよ。切れるかな。うわ、また動いた。うわー、やばい。尻尾がめっちゃ動く。あとね2匹分同じことやっていきます。意外と骨は硬いですね。結構血抜きしっかりしたからか、もうほとんど血は出ませんね。これグロいのかな。視聴者の人によってはグロいかもしれないけど。じゃあこっからね熟成していきます。はい、というわけでね1日が経過しました。楽しみすぎるな。でね、ちょっと調べたところ、グリーンイグアナはですね、南米だったりとか、メキシコ原産のですねイグアナなんですけど、現地では食べられてるぐらいうまいらしいんですよ。どんな味がするんやっていうところと、そして卵はですね珍味として食べられていると書いてありました。どんな味がするかっていうことに関しては一切書かれていなかった。これは楽しみすぎてやばいな。ということでですね、グリーンイグアナねさばいていこうと思います。頭を切り落とす部分は俺 YouTube バンされる可能性があるんで見せられないのがですねちょっと悲しいですけども、頭として置いておきます。全ての爬虫類に関して詳しいわけではないんですけど、爬虫類だったり両生類っていうのはですね、これ鼓膜なんですよ。人間はさ鼓膜むき出してないからさ、鼓膜むき出し音でかすぎてやばいんじゃないのって思うけどさ、一説によるとこのでかい鼓膜をですね膨らまして体を大きく見せて威嚇をするという話もあります。にしても恐竜みたいで顔めちゃくちゃかっこいいよね。やっぱり葉っぱとか食べてるから結構ね顎の筋肉はね発達してるはず。歯はかなりねギザギザな構造をしてて、なんかわかんないけどね、このベロがねすごい発達してて結構ね長いんですよね。このベロを何に使ってるのか全然わかんないんですけど、コメント欄でね爬虫類博士の人教えてください。触り心地とかはねめっちゃ硬いです。ワニと同じだわ。
ワニ触ったことある人いないと思うけど。そして爪もね、異常に発達しています。やっぱり木の上でね、生活してますから、こういう構造をしないと多少の風の揺れとかで木がね、揺れただけで落ちちゃいますからね。はい、ということでね、ここからさばいていきます。丸ごと焼きじゃないのって。こんな丸ごと焼きがロマンがあるだろうってね。俺もロマンはあるよなーって思うんですけども、中身までね焼くのは結構難しかったりして、あとね食べにくかったりして、結局ね一口サイズに切るのが一番美味しいっていうことを、9年間かかってねようやく気づいたんで、さばいていきます。でさばいていくんですけども、火を起こすのにね時間かかりますから、一旦ね火を起こしていきます。よいしょ。今1ヶ月サバイバルを編集中なんですけど、コメント欄でなんでそんなに顔が綺麗なのっていう、汚くないっていう意味でね、2週間もやっててなんでそんな顔が汚くないんやらせやろっていう、今やらせを見つけるのが流行ってるんですけど、逆やらせが分かりましたね。30日目終わった時に意外と顔が汚れてないっていうことで、顔をわざわざぐっちゃぐちゃの泥でめちゃくちゃ汚してサムネ撮影したのね。それもやらせって言われたらやらせやけどさ、そっちを汚くする側のやらせをサバイバルやってる人がやってるっていうことがね分かりました。顔はねまず汚れないです。マジで汚れない手は汚れるけど顔はね全然汚れないんだよ。さてね、ではようやくですね、イグアナをねさばいていきましょう。これイグアナの内臓を取った、もともと内臓があった場所なんですけども、こんな感じになってるんですね。はい、これは僕の予想なんですけども、ここだけ白いじゃん。でおそらくね、もともとはここも白かったと思うんですよ。10メーターぐらいある木からさ、決死のダイブをしてるわけじゃないですか。おそらく決死のダイブをしたせいでここで血が回ってしまってるんじゃないかなと思います。やっぱりここあばらとここで衝撃をね受けたんじゃないのかなと思うんですけども、違ってたら申し訳ないです。これ横隔膜でしょう。いわゆるハラミって言われる場所ですね。とりあえず皮をね剥がしていくんですけど、手順としてはですね、4本ね腕を外しまして、そこから皮を一気に剥がして、そこからですね、おそらくねこれ背骨に沿って筋肉がねあるんじゃないのかなと思いますんで、ここの筋肉をね取っていくんじゃないかなって思ってます。尻尾もね結構頑丈でかなり筋肉あると思います。それではですね、足を外していきましょう。ちょっとね関節を触っていきます。どこに関節があるか。頭を落とす時に背骨をね切ったんですけど、こいつはねかなり骨がね硬いんですよ。関節に包丁入れないと切れないタイプですね。関節ありました。ここら辺が関節ですね。皮もね結構頑丈ですね。なるほど、こういう形をしてるのね。ドーン、腕取れました。すげえな。これ脱骨するかどうか迷うな。脱骨って言ってこっから開いて骨を取り出す作業ですね。今のところねこういうトカゲをね食べたことないんでわからないですけども、魚火を入れるともう骨と身ホロホロ外れるじゃないですか。で同じ爬虫類のヘビは全然取れないの。全然骨から身が外れないのね。こいつが焼いた時に骨から身が外れるかどうか、これがわからない。脱骨した方が食べやすい可能性があるんです。骨がついたままの方がテンション上がるから、骨がついたままでいきましょう。よし、じゃあ反対側もやっていきましょう。関節はねちょっとね、前足はここら辺にあったんでちょっと奥目に皮を切っていきましょう。こっちの関節かなり判定が厳しい。骨と骨の間がすごくギリギリだな。これペティナイフとかでさばいた方がやりやすいぞ。ここか。なんか変なところまで切ってしまいましたね。2周目はね結構楽にいけましたね。どんどん上手になっていくという。よし、剥がしたぞ。というわけで足4本分と胴体に切り離すことができました。ではね、こっから皮をね剥いていくんですけども、おそらくね背びれっていうんかな、背中にあるやつが邪魔で剥けないと思うんで、これをねハサミで切っていきます。
さて100均のキッチンバサミはここを切れるのか。お、全然切れる。意外と柔らかいんだね。魚はさ、ここら辺まで骨が入ってるから全然切れないんだけど、全く骨とか入ってないです。ただね、ここ逃がしたやつに引っかかれた後ですごく切りづらい。普通に痛いね。2日経ってるけどマジで痛い。やってくれたな、本当に。全ての作業が痛いもん。さてさて、皮を剥いでいきましょう。いけるかな。ちょっとまず人力で試してみる。わあ、これ包丁でゆっくりやっていかないと絶対取れないね。これ普通にザッと剥ごうとすると余分の肉、ここがついてきちゃうんで、ついてこないようにこの筋だったりとかを一旦ね、よっけてあげるといいかも。ここら辺にも一旦筋みたいなのがね、全部ついてるんですよ。よし、これでいけるんじゃないかな。これ結構しっかりくっついてるぞ。これ少しずつ剥げてはいる。取れました。これやばいわ。めっちゃひっついてるわ。よし、反対側や。というわけで皮が剥けましたので、今度は足の皮を剥いて頭の頬肉をね、取っていこうと思います。ということでさばいていきましょうか。よし、じゃあ皮剥いていきましょう。トカゲ系食べたことないからすっげえ楽しみ。どのぐらい楽しみかって言ったら、目の前でノウサギがロードキルされて、それをさばいて食べる瞬間ぐらい楽しみやな。本当に全然やりやすい。違う生物ぐらい。ちょっと肉は残るんやな。しっかり皮と身がね、結構くっついてんだよね、筋で。なんかワニもそんな感じだったよね。皮剥ぐのえげつない時間かかったの覚えてるわ。あ、結構いけそう。ズルンでいけそう。いくぜ、ズルン向き。ズルン向きいけ。かっけえな。このね、白い筋がえぐい。よいしょ。よし。腕肉が取れました。結構でかいね。ちょっとこう分厚いんで、薄めにしといて、脱骨まではしないまでも、ちょっと薄めにしときましょう。こんぐらいが多分食べやすいと思う。ちょっと今から2本ね、練習して、慣れた状態の4本目でね、サクッとさばくとこを見せましょう。なんとかね、皮を剥ぎやすい方法を見つけました。それでやっていきましょう。まずはですね、これ、皮に切り込みを入れていきます。ここまではね、さっきと一緒。なるべく深くね、入れていきます。で、反対側、ちょうど反対側ぐらいに包丁を入れていきますと。で、そうしますと、皮が剥がしやすくなるんですね。最初の部分の肉を外して、今度は手で持って、ズリズリズリと、ほら、一瞬で剥がれます。で、今度反対側ね。反対側も同様で、最初の剥ぐところさえ作ってしまえば、いきます。こいつ硬いな。ズリズリズリと。ちょっと肉がきた。いけます。はい。
まあこれでね、手の部分もね、ちょっとね、筋肉があるんで、この手の部分まで食べることができます。はい。では4本皮を剥き終わりました。これはね、炭火で焼いていくのと、半分はですね、唐揚げにしてみようと思います。はい。そしたら最後、頭ですね。まあ噛む力が非常に強いんで、おそらくここに筋肉が入っているんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと切ってみましょう。ちょっと切断面はね、結構グロめなんで、皆さんにはお見せできないです。じゃあ、こう、皮をね、剥がしていきます。お、やはりですね、ここ、ホタテのようなね、かなりでかい筋肉がついてますね。まあ、あとは筋肉なさそうですね。まあ、全体的に赤めの筋肉なんですけど、この頬肉だけは結構白いんですね。で、この顔の部分なんですけど、まあ、このビロビロの部分もね、食べられるかもしれないんで、一応ね、焼いて食べてみようと思います。はい、そしたら、次は胴体です。胴体をね、どうやるのかがね、ちょっとわかんないな。普通のあばら骨だったら、この真ん中に背骨が通ってて、あばら骨と背骨の間に、まあ、関節があって、まあ、そこに通せば包丁入れていけるんですね。なんで関節探します。関節に入れば、お、入ったじゃん。うわー、これめっちゃ握力使う。俺が穴の中入って取ったやつのせいで握力が今、腕がパンパンなんだよ。俺握力やばいわ。もう腕パンパン。コツ掴んだかも。よし、行きます。よいしょ。なんこんな簡単に取れる。じゃあ反対側取っていきましょう。うわ、俺の一本しかないマサル包丁が先っぽが折れた。最悪。尻尾にね、結構肉がついてるんで、まず尻尾からね、肉を外していきます。血合い骨は入っているのか。おー、結構上等な身が入ってるじゃん。南米で食べられてるだけあるね。よし。こんなにも身があるんだね。すげえ。反対もパパッとさばいちゃいましょう。もう骨の形が分かりましたからね。オッケー。そしたら、背ロース取っていきましょう。で、最後はですね、あばらですね。あばらは3等分ぐらいにしていきましょう。イグアナさばくには調理バサミが必要って聞いといてよかった。これ調理バサミなかったらかなり難しい。難易度高いわ。ここはそんなに、あれか。はい。やっとさばき終わった。長え。じゃあ尻尾もね、切っておきましょう。でかいな。こんぐらいがいいでしょ。食べづらい。やっとさばき終わりました。うわー、魚と比べてめっちゃ大変。というわけで、部位の紹介をしていきましょう。こちらがですね、リブロースのあばらですね。そしてこれ尻尾。両方とも尻尾です。で、これがですね、背ロースって言ってた部分ですね。で、これが頬肉です。そして、ここが前足。で、これが後ろ足。で、これがビロビロ。そして頭。で、これが背骨ですね。で、そして、これがグリーンイグアナの卵、レバー、ハツ。そしてこれはおそらく内臓脂肪だと思われるものです。はい、そしたらね、どんどん焼いていきますので、串打ちしていきます。レバーとかね、柔らかい部位はですね、串打ち2本ね、していきます。本当はね、薄皮ね、剥きたいところなんですけども、もうね、さすがにね、めんどくさい。はい、2個目。そして3個目。そして、ハツも打っていきます。ハツは2本串刺す必要なさそうですね。ちなみに僕、某串揚げ屋さんでね、アルバイトしてたことがあるんですけど、
本当に串打ちは地獄の作業でしたね。いつになったら終わるんだろうと思いながら足込みしてました。で、まあ別に串打たなくても良さそうな部位。例えば足とかね、串打たなくても良さそうなんで、ああいう場所は串打ちません。で、これ頬肉ですね。頬肉も串打っていきます。お、硬いな、表面が。これはね、筋取った方がいいわ。さすがに硬すぎる。頬肉にはね、かなり頑丈な筋がついてますね。ここですね。真っ白い部分。これが筋です。皆さん、イグアナをね、食べるときは、頬肉ね、めちゃくちゃ強い筋がついてますんで、ちゃんとね、取って食べましょうね。よーし。はい、1本。はい、刺していきましょう。こういった2本刺した方がいいな。で、そしたら、これだけだと少ないんで、まあ、尻尾もね、どんどん串ね、打ち込んでいきます。はい、ちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、串がね、完成しました。足の肉が分厚いんでね、足の肉から焼いていきましょう。さてさて、焼いていきましょう。なんか案外部位が多いね。こんだけでかい爬虫類となると。で、若干間が空いてるところには、まあ、あばらを置いちゃおうかな。これ、頬肉もね、結構分厚いからここに置いとこう。で、レバーとハツね。味付けはシンプルに塩でいきます。さて、お湯が沸いてきましたんで、卵をここで入れていきます。おー、すっごい絵面。珍味としか書いてなかったからね、どんな味なんやろうな。まあ、卵自体は茹でてもそんな変わらないんだね。いや、だいぶ焼けてきましたね。これ、足はね、なんか結構ね、見た目チキンっぽいんですよね。うわ、うまそう。さて、ようやく完成しました。いや、ちょっとね、ハブとね、クジャク同時進行でやったんで、6時間ぐらいかかりました。ハードでしたね。じゃあ、何からいこうかな。まあ、一番最初は、これ。腕肉がついてる、爪がついてる足でしょう。ちょっと焼きすぎた感もある。では、いただきます。めちゃくちゃうまいです。はい。中南米では森のチキンとか言われたりしてて、チキン味って言われてるんですけども、チキンより結構モチモチしてますね。うん。チキンとはちょっと違う味がします。で、めちゃめちゃ美味しい。臭みとかも全くないし、焼きすぎたからかもしれないけど、ちょっと硬め。うん。硬さは鶏胸肉なんだけど、パサパサしてないような。そんな感じですね。めちゃくちゃうまいです。まあ、今までにない感じ。プリップリの鶏肉っぽいとか、じゃなくて、もうこれイグアナ味だわ。臭みとか全くないもん。とりあえずね、後ろ足から行ったんですけど、うますぎて、もう食べきってしまいました。じゃあ次ね、ハツですね、ハツ。よーしょ。で、レバーいきます。で、ここの人が、まあこれ宿なんですけど、自分でジャングルだった場所を買って、木とか切って伐採してこういう平地を作って家を作ったらしいんですよ。彼曰く自分で取ったものを食べるのが一番うまいって言ってたんで、できるんだったら食べたいってね、おっしゃってたんで、でっかいレバーはね、彼にプレゼントしようと思います。俺が食うのはこの2つのレバー。まずくてもまずくなくても俺は全部食い切るよ。毒ないよね。でも情報なんて出てこないから、グリーンイグアナの肝に毒があるかないかとか。うわくっさ、えぐい臭いぞこれ。でも旨味はめっちゃある。マジで臭い。まあレバーに対しての初めての感覚なんだけど、なんか葉っぱくせえ。なんか動物園とかに行ったらさ、ちょっと葉っぱくせえ感じあったりとかするじゃん。葉っぱのうんこの匂いがします。はい。では、尻尾肉ね、いってしまいます。こっから音声が途切れてたのでナレーションで失礼します。尻尾はですね、あんまり旨味がなくて、かつね、筋っぽくて、まあ大変美味しいかって言われると、他の部位には劣るような味でしたね。で、この白いでっかいのが頬肉。ここがね、めっちゃ美味しそう。頬肉はやっぱり筋肉が発達してる分、鶏胸肉に味が近かったですね。
でね、ちょっと焼きすぎてるんでめちゃくちゃ咀嚼してますね。全然飲み込めないんですよね。で、かなり気になってるのが、この内臓脂肪です。ちょっと俺、こういうね、完全に脂肪の部位、あんまり好きじゃないんですよ。で、恐る恐る内臓脂肪に塩をかけて食べてみるんですけども、これがね、またまずいんですよね。ギトギトで使い古したサラダ油みたいな味がするんですよ。内臓脂肪はね、食えたもんじゃないですね。半分に切りましょう。半分に切ると、見て、黄身が出てくるんだよ。で、この黄身をこうやって食べます。で、塩をつかみ、口の中に入れます。これはかなりうまい。今までいろんな卵を食べてきたけど、なんなら鶏の卵よりうまいわ。めっちゃうまい。これ何個でも食えるかも。うまいな。次はビロビロ食べます。ビロビロの部位。これダメだわ。100% 噛み切れない。多分1時間噛んでも噛み切れないわ。では最後ね、あばらです。リブロースですね。めちゃめちゃ美味しい。かなり美味しいですね。なんか外国産の牛肉みたいな食感で、味はね、結構素朴です。めちゃめちゃ美味しいです。はい。では今回の総評なんですけども、グリーンイグアナ、これね、かなり美味しいです。はい。そして食材としてもね、めちゃくちゃ面白かったですね。部位ごとに味が全く違うんですよね。たった1匹で5、6種類ぐらいの味が楽しめるっていう最高の食材ですね。そして卵に関してはもうこれ、普通の鶏の卵よりも全然美味しかったです。見た目はあれですけども、こんなに濃厚な黄身が存在するんだって感じでしたね。皆さんもね、人生で一度はね、食べてみていただきたいなと思いました。そのぐらいね、ちょっと衝撃的な味でした。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。